それでは解説をしていこうと思います。早速ですけども、画家の小木曽です。人物を描く時のコツというのは、どうしてもですね、暖色系でまとめがちなんですけども、まずですね、寒色とかいうのも入れていった方が、やはりですね、深みとかも出てきますし、微妙にこう感じたりしませんか？ちょっとおじさんはちょっと酒焼けをしているので赤くなっておりますけども、そして、今、側光という光を当てた状態です。で、その側光ということ、ちょっと実はまた後ろ目ぐらいから当てているのと反射光というのを入れています。で、こういったことによってすごく描きやすくなったりします。側光とか斜め前とか光の設定というのはすごく大事ですよ。そういうところもしっかりしてみてください。そしてこう全体をこう影にまず落とし込んであげるという作業をしていってますね。ずーっと落とし込んでいってる。で、その際ですね、頬骨からこの辺りから曲がってるとか、鼻の側面があってここのところ光が当たっているとか、そこから曲がっているとかいうところをしっかりしてください。で、光と影のところって案外ここ強くこう、例えば僕の白目とか黒目とかっていうのは強くぶつかってませんか？私はちょっと髪がこう長くいいわけじゃないのであれですけども、ちょっと明るくなってる。で、暗いところ、またちょっと明るいところとかあったりして、ここ意外とここのぶつかりが影の中よりも激しい。で、こういうところをまずしっかりとやってあげることが大事かなと思います。要はこちらの方の光影の面というのをしっかりとぶつけてあげて少し騒がしくしてあげるということが大事です。で、今回は少しこう青みがかったような全体的にしようかなと思いましたので、ちょっとこう土台としては紫青系を使っていってます。とにかく顔のどこから折れていっているのか、そして正面の場合というのはどちらのこうですね、ところが光って影で騒がしいのかということをちゃんとこう意識してあげないといけないと思います。で、背景に関してはある程度も暗く一色に近い感じにしようと思ってるんですけど、例えば黒だけで描くじゃなくて、やはりベースとしては例えば青系を入れてみようかな、完全にドライヤーで乾かしていってますけども、とかっていうことで、ベースをなんか塗って、その上にまた一層塗る、もう一層塗るとかっていう風にすると、やっぱ深みのある暗い色というのが描けます。ちょっとディティールを描いていってます。やはりこちらですね、こちらの方の光の方からどちらかちょっと、でやっぱり頬骨があったり、お肉があったり、肉があったり、骨があったりというと、骨と肉の近いところっていうのは、男性も女性も老人も若い人もそんなにこう変わらないんですね。で、そこからお肉がちょっと出てくるとかっていうのはあるんでしょうけども、で、まずこちらのコントラストの強い方のある程度目のここのベースを今描いていってます。ちょっとこう青系緑系の土台に対して少しこう黄色系の暖色を入れていってます。微妙に下からうっすらとこう寒色緑系の色とかが感じられればいいかなということで、そしてこの両線と反射光というちょっとここに明るいのがなっての反射光ということで少し塗り残したり、少し赤みがかった色を差し込みながらも、ちょっと土台の色は大事にしながら描いていかれるといいかもしれませんよ。で、ほっぺたとかのね、赤くなっているところとかを今描いていっております。やはりこちらの方がどちらかちょっと騒がしくなったりするんで、例えばこういう風になって、なんていうかなとにかくこう前やから強く描こうということじゃなくて、光影が当たってる方をなるべく強く描いていくというふうに、普通に人間の認知としては暗く手前に例えば目があっても、やっぱりこうなんていうんですかね、光影の方のが目立つんですよ。奥であろうと。で、そういうふうにこうレンブラントなんか僕結構それやってて、それがかっこいいなと思いますので、そういうのも参考にされてみてください。そして、暗い炎影の中もで僕なんかある程度一発で思い切ってまず描いてみようかなという潔い、描き方をするタイプの人間ですので、ズバンというふうに描いていきます。それはやってて楽しいし、なんかその緊張感っていうのがすごくたまらないんですね。で、ある程度左右対称ですね。人間っていうのは多少ずれてたりするところもちろんあるんですけども、その左右対称とか。で、ここからまた奥にシュッと回っていくということはちょっと意識しておかなきゃいけないです。で、この、書いているものに関しては反射光というのを少し入れていたりするので、ですね。
っていうことを意識しながら描いていっております。そして目とかをググッと描いていきます。で、目なんかもこう黒目の中の暗い色とか明るい色とかっていうのがありますよね。で、そういうところはちゃんとこう意識しながら描いていかれるといいと思いますので、ぜひそういう黒目の中でもこう明るくなってるとことか暗いとことかっていうのをちょっとよく見てみてください。眼光の中とかっていうのはどうなってんのかなとか、その黒目の中のこう周りの色はどうかなとか、私なんかはこういうところを自分なりにこういう色に今回してみようとか、ああいう色にしてみようとかっていうことは自分なりにアレンジメントをしたりとかします。少し今茶色系の色を入れていってますね。で、正面ですから。で、やっぱり眼球ということを意識してください。で、真正面の場合特にそうですね。眼球ということを意識してあげないと、側面とかやったらやっぱ球体のこうエッジが見えてきたりとかするんですけど、真正面ってなかなかそういうの見えないんで、上まぶたとかの影が少し落ちているとか、光がこっちから当たっていたこっちの方の球体の方が影になっているとかっていうことがありますよね。そういうのをちょっと意識されるといいと思います。今、上まぶたの影とかを描いていっているところでございます。上まぶたから、まつげとかですね、そこの含めて眼球というとこと、で、二重まぶたや二重まぶたというのを描いたりとかしていって、いるわけでございます。という感じでですね、ちょっとディティールも慎重に描いていっています。眼球というね。で、ここので、こっち側にぐーっと入っていくところも少し影が溜まってたり、こっちの方ぐーっとなっているところもちょっと影が溜まっていったり、暗い色に少しなっていたりとかっていうことは、少し描いてあげるといいかなと思います。特にこれは目の部分、慎重にやっています。で、慎重に、プラス慎重にお見せしています。で、こういうところがすごく難しいので、一発で決まらなくてもいいと思うんですけど、私はなるべく一発で決めてあげようと。で、そうすると周りのところを書いていけば書いていくほど、また、ここもっとこうしようかな、ああしようかなっていうのが出てきますので、そうなってくるとまた目を描くと、2層目を描くとか、3層目を描くという感じになっていく。僕はどっちかというとそういう書き方をするんですね。で、それがいいか悪いかっていうのは皆さんのご判断で自分でやられたらいいと思うんですけど、僕はどちらかというと画面の中でボーンとはみ出すところをわざと作ってしまうんですよ。で、そうすると周りのところをもう少し強くしていいかな、強くしていいかなっていうことで、案外そうやって強いところを作りながら進めていくという前髪を描いていってますけども、強いところを作ることによって基準値を作って、でそれに対して画面をこうさせていきながら、それがどんどん広がっていくと、またこうバルールっていうのがはまってきたりとか、書き込みハレーションみたいなものが起きにくくするというようなタイプ、全体で柔らかく進めていくタイプの方もおられると思います。それはもう皆様のお好きなようにされていけばいいと思います。そしてだいぶ暗い色ですね、茶色と青を混ぜたような真っ黒を置くというよりは、真っ黒ってやっぱりちょっと難しかったりするので、少しこう例えば茶色と青で若干茶色が強めにしておいて、そうするとちょっと暖色あったかい色ですよね。でそれが青系紫系の色と重なるとちょうどこういい塩梅に、寒色と暖色みたいなのが混ざり合って、で透明水彩っていうのは基本的にはやっぱり下の絵の具と重ね合わせながら描いていくということなので、うまいこと絡み合って深みのある色、何色っていうのがわからないような言葉になかなかできない色に変換されていった時に複雑になってくると、絵の具という物質が物からなんていうかそのことに変わっていったり、なんていうんですか、人の肌に変わっていたりとかっていうことをします。で、ぐぐっとこうやっぱりこちらを強めることによって、ですね、そこのコントラストすごく強くなって、例えばこれやったらすごくこうペラーっとめくれてしまうような感じがすると思うんですけど、後でこういうところフォロー僕はしていきながら少し柔らかく描いていくとかっていうフォローを後でしていきます。でそれはもう皆様それぞれのやり方で結構だと思います。で少しずつこう画面の中でここが強くなったら今度ここが強くなるとかっていうこうさせながら描いていくというようなことをしてますもんね。こうやって見ると面白いもんですね。おじさんなんかいろんなことをしていってます。前髪の方を描きながらも全部をいきなり僕なんか描くんじゃなくて、画面の中でこうさせながら描いていくということでやってみます。でこの面またちょっと弱いですけども、そういったことは常に脳みその中に入れておきながら、少し前やったら平面的な感じですもんね。で平面的に描かれたいと思う人はそれでいいと思うんです。日本画的にあまり立体感を出さないように平面的に描こうと思われるんやったら、それはそれで全然いいと思いますので、私なんかライブ配信とかでちょっとイラスト的に描きましょうみたいな時は、意外とそういうこの段階ぐらいで、個々のパーツを詰めていってるんですよ。
わかりますかね。そうすると別に立体感じゃなく、やっぱりここのパーツのチャーミングさかもしれません。なんかかっこよさかもしれませんし、ということとか、色彩の響き合いかもしれませんし、ということで、ある程度なんていうか立体を排除した描き方をしていってます。そして今背景と髪の毛を溶け合わすように描いていったりとかもしておりますね。ズバズバズバと2層目の背景の色が塗られ出しました。ズバと。で、本当に真正面の絵って結構難しいと思いますけど、で、皆様もぜひ挑戦してみてください。とにかく面と骨と肉、面と骨と肉、面と、で、鼻もここ軟骨ですね。軟骨というか柔らかい、何肉っていうんですかわかりませんけど、ここのとこに、骨があるんですよね。で、ここのとこ柔らかいじゃないですか。っていうのとかね、ここ硬いですよね。ここ柔らかいですよね。とかって自分で触ってみてください。あ、私骨がちゃんとあるんや。そしてその上に肉あるんやとかっていうことが分かってくるじゃないですか。だからそれをちょっと意識しながらどうなってんのかなどうなってんのかなとかっていうのを意識してみてください。そしてちょっとディティールをやはり詰めながら全体のバランスとかを見ながら描いていっているわけです、という感じですね。でちょっと赤を今作ってますね。ちょっとこれ全体的に肌に少し赤みを入れてみようかなという、結構これは思い切った作業に入りました。思い切ってちょっとこれじゃ今立体的に弱いので少し入れてあげようかなという風な作業に入りました。ちょっとなんか例えば反射光って今これ明るくなったら分かります？この今絵がたまたまあったのでここに置きました。で、こういう風に反射光を出してあげることによってちょっと立体感を出しやすくなります。もちろん影の中に入っていくような、暗くやっていくようなタイプがあってもいいんですよ。でもちょっと立体を出すの要は難しいなっていう人はこういうこちらレフ板的な感じでこうやってやるとほら、ね。反射光。で、こういう感じで撮影をしてるんですね。写真撮るときとかに、このモデルさんに撮影するときに少しこっちにレフ板的なものをちょっともう何でもいいんですよ。その辺にある白い紙、大きい紙とかで、誰か手で持っといてとか言うとこんな感じになったり、黄色がからした方こんな感じになったりしますよね。で、そういうこともちょっと撮影とか写真から描く人はそういうのを意識された方が多分いいと思います。ここにちょっと青いの持ってきたりするとまた妖艶な感じになったりするわけですよね。で、そういうこともしていったりとか、全体的にちょっと今赤みがからして首の下のところの少し暗い色みたいなのを今描いていっておりますというような感じで正面というのを意識しながら、そして鼻を描く時とかですね、おじさん撮りますけど、僕大体この三角形で、ここにも三角形があるということというのを意識します。ここに正面があったらここ三角形というのを意識します。そういったものがここに乗っかっているということがベースにあると。で、僕はここの面があって、ここにもう枯れぼったい目があって面があるというのを意識しながら描いていきます。で、ここにも三角形がある。これ石膏デッサンやってた時よくあったんですよね。この面とかが見えてくるんですよ。そういうふうにここにまた三角形あって、ここに三角形、すみません、わかります？言うてはることわかります？側面ですよとか、そういう面の意識みたいなのを多少の唇を描いていっていますけども、面の意識とかを持つともっと良くなってきます。やっぱりぬべーとしてくるんじゃなくて、骨があるよ、肉があるよ、そして面があるよ、正面やったらこうなるよとか、それがもちろん横の側面とか横とか斜めとかになってきても同じようなことが言えますよね。だからこうなってたらここに三角形があって、ここに一つのビューと滑り台があって、ここにあってとかっていうことが意識できるかなと思います。それは別に国とかが違う国の人書いてても大体で、外国人の場合特にここは高いですよね。ここのへこみが弱いみたいなところありますもんね。ここね。で、そして彫りが深かったりしますよね。今日面白いですね、おじさんね。っていう感じの意識とかディティールを書き出していっています。僕はちょっと最近この不透明というか白とかを入れて、ちょっと半透明不透明ぐらいにしていきながら複雑にしていくことにハマっていますので、それは皆様ご自由にされればいいと思いますけど、僕はなんとなく白とかも使いながら細かい描写とかをしていく。なんかアンドリュー・ワイエスという絵描きさんがガッシュとか書いてあったりするんで、おそらくこういったことを、やっていっているんだろうなということで、ガッシュというのは不透明水彩ということなんで、ポスターカラー的な感じなんでしょうねということで、
ポスターカラーの白とかも別途用意して、あります。組成としては同じアラビアゴムだったりするので、透明水性と同じようなこう組成、作りですね。なので別にそういうのも併用しながら描いていいと思います。ダメだということ本当に少ないです。この上からアクリルで描いてもいいし、アクリルやと取れませんよとかいうのがあったりしますし、アクリルの上に透明水性で描いてもいいと思います。問題ないと思いますので、ダメだったらすみません、謝罪しますが、おそらくこう本当にいつも言うてますけども、油絵の上にアクリルだけはちょっとこう乾燥スピードとか皆様の溶け油の状態とかよくわからないし、一部なんか僕もちょっと論文とかで読んだことありますけど、それに対応する描き方みたいなのあったりしますけど、ちょっとこう専門的なので、それだけ油の上にアクリルだけは、アクリルの上に油に関しては僕は25年前の自分の作品自体が状態がいいので、25年ぐらいは持つと、100年持つっていうのは僕その100年前に絵描いてないので分かりませんけどもですね、皆様その辺は自由に伸びやかにいろんなことを試されていくと楽しいですよということで、ディティールを描きながら髪の毛とかも描いていっています。ディティール描きながら、ね、相当こっち明るくてもなんとなくこちらの光影の激しい方の方が目に行くので、なんて言うんですかちょっと今日ずっと言うてるの逆になってるかな。もしかして反転させやんといかんかもしれないですね。はい。ということで、洋服の方も描いていって、いきながら、バンと前から、正面から描いて、でもこれなんか画面の構成なんかも面白いでしょ。上の方ビエンと切ることによって、なんかこう下の方、この辺りに、見せ場が来るような感じがあったりとかっていうのも絵画の面白さかもしれませんし、このようにですね、構成に関してもただ証明写真みたいにボンと描くんじゃなくて、少しずらしてあげて、そしてこう切ってあげてみたいなことをしてあるだけでもだいぶ印象変わってきますもんね。でそういうこともやってます。そしてもう一回もう一層背景もう一層塗っておこうということで、これ2層目になりますか、ベターっと3層目ですか、ちょっと忘れましたけども、3層目かもしれないですね。ベターっと思い切っていきました。これだと輪郭すごく強すぎるので、最後の方にこの輪郭線少しぼかしてあげました。水だけで溶いた筆かなんかでゴシゴシゴシってやったりすると少しボケて回っていく。ボケたとか言わないでとか言われそうですけど、輪郭が曲がっていくような感じとかっていうのが出てきたりしますので、思い切ってこう背景もボンと塗って、その後にフォローしていくというような作業をしています。こういうのはもう思い切ってなるべくこう素早くやっていくことが大事だと思いますよ。透明水彩とかで乾いてしまいますのでね。という感じで、私も1年半ぐらいこうやって作画動画を作りながら、自分自身が多分初めの頃に上げてた水彩とかよりまたちょっと変わってきてると思うんですね。良くなったかどうかなんてどうでも僕はよくて、自分自身がこうリニューアルできていっていることがすごく大事やなと思いますし、こういう新しい挑戦をしていくということも大事ですし、今まで自分が思ってたやっぱり僕も髪の白さをいかさんと思ってたんですけども、最近やっていう感じになりました。でそういう感じで自分たちが制作をしていく上において、やってはいけない部分っていうのだけはちょっとこう守りつつ、もうあとは自分をどんどんリニューアルしていく作業。今パレットを拭きながら最後のディティールはやっぱりですね、綺麗なパレットの状態にして描いていこうということで、ディティールをちまちま、これはもうハッチングという方法ですね。テンペラ絵の具という絵の具が油絵の具の前に清流を極めていたんですけども、乾きが早いので、こう油絵の具というのは置いてその間をぼかしたりできるんですよ。バババババとかね、筆だけでこうベベベって乾かんうちに描けると。でもそれまでの技法っていうのはフレスコ画とかテンペラ画とか呼ばれるっていうものは、乾きがもう書いてもうちょっとしたらもう乾いてしまうから混ざり合わすことができなかった。だからこうやってハッチングと呼ばれるものをバーッと線を重ねながら微妙なグラデーションとかをつけていきながら立体感とか肌の微妙なあれとかを描いていったっていうのがテンペラ絵の具というものですね。サンドロ・ボッティチェリなんていう人のプリマベラとかビーナス誕生なんていうのは結構こうやってベーって描いてるんですね。それに対してレオナルド・ダ・ヴィンチという人は同世代の人ですね。7歳年下で同じベロッキオ工房というところに一緒にいたお兄さん弟子だったわけですね。笑福亭一門と鶴瓶さんと誰ですか、笑福亭、二角さんはものすごい上かというような関係だと、ベロッキュっていう関係で、でも例えばレオナルドなんていうのは油絵の具という、北方ルネサンスフランドル地方から入ってきた技法をいち早く取り入れた。一方サンドロ・ボッティチェリは基本的にはほとんどテンペラ絵の具で描いていたりフレスコ画とかで後々に評価されているのはどっちかというとダヴィンチな
かもしれませんもんね。その後、ラファエロという人がダヴィンチとミケランジェロを頂点としてみたいな感じで。だからこう、三大巨匠と呼ばれる人は、サンドロ・ボティチェリは入っていなくて、ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、ルネサンス三大巨匠ですね、っていう風になっていってます。だから、私もこうやってなんかこう、新しい技法とかに遠慮なく挑戦していきながら、今細かい描写を白を入れながらハッチングとかいうのをチュ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 としながら微妙な調子をつけながらあんまりねおじさんみたいにこうなんていうのシワシワでくちゃくちゃなわけじゃないのでね若い女性なのでディティールを細かく描いていきながら柔らかいトーンを描いていきながら最後はちょっとディティールをお見せして、お別れしようと思います。こんな感じで、初めと最後をなくしてみるということもしてみても面白いかなと思って、いつもね、同じじゃ集まんないので最後本当にこうディティールを書いていくのをもうかなりアップで、撮ってみました。もうこんな感じチャン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 っていう感じで描いていったというわけでございます。中がなりそうです。という感じで、いかがだったでしょうか。こんな感じで本当最後詰めていくんやなっていう感じのところまでお見せしてちゃんと面を見てですね、ちょっとこう暗い方の方は白く飛ばしているので、骨格みたいな少し見えづらいところがこう出来上がった絵を見て反省なので、また時間があったら解説しようかなと思いますが、皆様もこういった動画をぜひ参考に、勉強してみてください。難しいと思うことをぜひ挑戦することが面白いんですよ。で失敗してもね誰にもまだ迷惑かけないでしょ。展覧会とか個展とかで企画画廊とかでやっていたりするといや先生大木先生個展してくださいということで、新しい挑戦を僕は大体ちっちゃい作品でやっぱり挑戦していてでかいので大きな失敗する前に小さいことで小さい作品で失敗とかを繰り返しながら大きい作品にダーンと持ってくるというタイプでございますので皆様はね例えばそこまでのプロフェッショナルな方ももちろんおられるとは思うんですけども大丈夫だと思いますね。怒られるのは家におられる奥様か旦那様か分かりませんがまた失敗した絵を描いてなんて怒られるっていうことはね身近にいる人だけかもしれませんのでぜひぜひ新しいチャレンジをしてみてくださいということで最後終わってしまいました。以上です。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。